皆様こんにちは、セリナです。今回はディオール、スック、エスティローダー、クラランス、エレガンス、エルメス新作リキッドファンデーション6種類を徹底比較していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピスにて16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作テポコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。2月から3月にかけて各ブランドから注目の新作ファンデーションがたくさん登場しているということで、今回の動画では新作ファンデーションの中でも比較的しっとり系でツヤ仕上がりの6種類の塗り心地、色ムラのカバー力、毛穴補正力、香り、そして4時間後のマスク崩れを比較しながらご紹介していきます。少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。他にもパーソナルカラーを交えた夏コレクションのご紹介や新作ベースアイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは今回比較する6種類のファンデーションの紫外線カット効果と使用カラーをご紹介していきます。ディオールフォーエバーフルイドスキングロー SPF50 PA3+。使用するカラーは 1.5N。エスティローダーダブルウェアステインインプレイスメイクアップ N SPF10 PA2+。使用するカラーは 1W236 3度。クラランスダブルセーラムファンデーション。紫外線カット効果は入っていません。使用するカラーは L4N。スックザ・リクイドファンデーション E SPF20 PA3+。使用するカラーは020。エルメスプランエアフォンドゥタンス1。紫外線カット効果は入っていません。使用するカラーは 21N グレー。エレガンスエアリーリクイッドファンデーション SPF25 PA2+。使用するカラーは NA202。まずは6種類のファンデーションの仕上がりを比較していきます。色ムラのカバー力について、一番カバー力が高いと感じたのはディオールとスックです。この2つはコンシーラーなしでも気になる赤みや色ムラをしっかりカバーしてくれます。反対に一番ナチュラルに感じたのはエレガンスです。重ねても素肌の透け感が残っていて、ファンデーションを塗っていないかのような素肌感が楽しめます。続いて毛穴補正力について、一番毛穴補正力が高いと感じたのはエレガンスとエルメスです。エレガンスは色ムラカバー力とは対照的に素肌っぽいのに毛穴や凹凸を感じさせない滑らかな仕上がり。エルメスも毛穴や凹凸を滑らかにカバーして毛穴レスな印象に仕上げてくれます。続いてツヤ感についてはこんな感じです。一番ツヤを感じたのはスック。スキンケア後のような濡れたツヤを楽しめます。続いてクラランス。こちらはほんのり明るく発光するような立体的なツヤを楽しめます。一番ツヤがナチュラルに感じたのはエスティローダーです。自然な光を感じるソフトツヤ仕上がりです。ではここからは2種類のファンデーションを半眼ずつに塗って、それぞれの塗り心地や仕上がりなどを詳しくご紹介していきたいと思います。まず比較するのはこちら。新作ファンデーションの中でも特に注目度が高いディオールとエスティローダーを比較していきます。まずはこちら側半分にディオールを塗っていきます。ディオールは適度な重さもあるクリーミーなテクスチャーです。こちらはもともとかなり人気のアイテムがリニューアルをして特に話題になっています。クリーミーな質感ですが、肌にピタッと密着するスピードも速いので、保湿しながらも表面にベタつきが残らないところが使いやすいポイントです。カバー力も比較的高めで、一塗りでもこんな感じで気になる色ムラなどもしっかりカバーしてくれます。はい、まずはこちら側半分にディオールを塗ってみました。下地のみの方と比較をすると、こちらのファンデーションのカバー力の高さとつるんと滑らかなツヤ感が出ている感じがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。
一塗りでも赤みや色ムラはしっかり補正してくれて、重ねていくとコンシーラーなしでも気になる部分をしっかり覆ってくれるような高いカバー力があります。そして少し重さのあるクリーミーで滑らかなテクスチャーが毛穴や凹凸を埋めるように補正してくれて、つるんとした膜を張ったような絶妙なツヤ感と毛穴補正を両立してくれます。ギラギラツヤツヤしすぎるツヤではなく、つるんとした滑らかで立体的なツヤをお求めの方におすすめです。では反対側にはエスティローダーを塗っていきます。ディオールと同様、適度な重さのあるクリーミーな質感です。こちらはデパコスの崩れに強いリキッドファンデーションの中でもロングセラーのアイテムが今回初のリニューアルということで話題になっていますよね。リニューアル前のアイテムと比較をするとかなりしっとり感が増していて、程よい厚みも感じられるクリーミーな質感が素早く肌にピタッと密着してくれます。大まかな使用感は反対に塗っているディオールとかなり似ていますが、細かく比較をするとエスティローダーの方がより肌に素早くフィットするのと、伸ばし切った後の肌表面にベタつきが少なくて、内側はしっとりしていて、表面はサラサラに仕上がっているという感じがします。そしてエスティローダーの方が薄膜な感じがしますね。はい、こちら側にディオール、反対側にエスティローダーを塗ってみました。この2つはリニューアル前は系統の違うファンデーションという印象でしたが、今回のリニューアルでエスティローダーがかなりしっとりしたからか、塗りたてのテクスチャーは結構似ているなと思いました。どちらも適度な重さのあるクリーミーで滑らかな質感で、肌を覆うように保湿するような安心感があります。伸ばすと肌にピタッと密着してベタつきを残さないところも似ていますが、比較をするとディオールの方がよりしっとり感が持続して、エスティローダーの方が肌の上に伸ばしきるとさらりとした質感に変化する印象です。そして質感としてはこんな感じで、どちらもカバー力は高めですが、ツヤツヤしすぎたりマットに寄りすぎることなく、かなり使いやすい質感だなと思いました。ディオールは肌を膜で覆ったような滑らかでつるんとした立体ツヤ仕上がり。エスティローダーはリニューアル前よりもツヤ感が増していて、マットになりすぎない自然なソフトツヤ仕上がりです。そして毛穴補正力についてはこんな感じで、まずディオールは重さのあるクリーミーなテクスチャーが自然に毛穴や凹凸を埋めてナチュラルに毛穴カバーをしてくれる印象。エスティローダーはより肌への密着感が高いからか、ディオールよりもさらにしっかり毛穴を埋めるように補正する力が強いなと思いました。赤みや色ムラのカバー力はディオールの方が高め、毛穴補正力はエスティローダーの方が高めという印象です。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面の触り心地については、どちらも滑らかなクリーミーテクスチャーですが、ピタッと密着してくれるので、両方ともオイル感やベタつきは残っていないです。比較をするとエスティローダーの方が少しサラサラより、ディオールの方が少しだけ油分を感じますが、両方とも乾燥が気になる肌タイプの方にも、皮脂やベタつきが気になる肌タイプの方にも安心して使いやすいバランスのいい質感だなと思いました。香りについては、ディオールはフローラル系のフレグランスのような香りが結構強めにする印象。エスティローダーは原料のような香りのみなので、香りが苦手な方にも安心して使いやすいと思います。では、この上にスックのシアールースパウダーをブラシで軽くのせて、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして、崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。このくらいの距離で見ると、どちらのファンデーションも大きな崩れなく、綺麗に保っていると思います。そして近くで見るとこんな感じで、まずディオールは塗りたてよりも若干小鼻周りを中心に皮脂が出てきている感じはしますが、ドロドロに崩れてしまうこともなく、中間的な崩れにくさで使いやすい印象です。そしてエスティローダーはこんな感じで、塗りたてと比較をすると若干カバー力が薄まった感じはしますが、それでも塗りたての毛穴補正力をかなり綺麗に保ってくれていて、小鼻の横や頬の広い範囲にも全くテカリも出てきていなくて、こちらはかなり崩れに強いタイプだなと思います。アップで比較するとこんな感じです。
そして肌表面を触った感じは、ディオールは小鼻の横にほんの少しだけシワ出てきていますが、ほぼ気にならずに使いやすい印象。エスティローダーは塗りたての程よいサラサラ感を持続してくれていて、ベタつきが全く気にならないです。より保湿力を持続させたいという方はディオールがおすすめで、より肌表面のサラサラ感を保ちたいという方はエスティローダーが使いやすいんじゃないかなと思います。ディオールとエスティローダーは程よい厚みのあるクリーミーなテクスチャーで、肌の上にのせると素早くピタッと密着する感じや、色ムラ補正力、毛穴補正力ともに比較的高く、主張しすぎないツヤで今っぽい肌に仕上がるところなど、かなり特徴が似ているなと思いましたが、より赤みや色ムラのカバー力が欲しい方、つるんとした滑らかな立体ツヤを楽しみたい方、そして春夏にもベタつかない程度の程よい保湿力が欲しいという方はディオールがおすすめ。よりしっかりとした毛穴補正力が欲しい方、乾燥しない程度に適度な肌表面のサラサラ感が欲しい方、マスクをしていてもテカリやよれ、崩れを気にせずに過ごしたい方はエスティローダーが使いやすいんじゃないかなと思いました。続いて比較するのはこちら。美容液級のスキンケア効果があるクラランスとスックです。まずはこちら側にクラランスを塗っていきます。クラランスはファンデーションとセラムの2層式で、手元の上でファンデーションと美容液をなじませて使うユニークなアイテムです。ファンデーションとセラムをしっかり合わせてから肌の上に乗せて伸ばしていきます。やはり美容液も入っているのでかなり伸びがいいです。カバー力は比較的高めのファンデーションですが、美容液と混ぜることでムラなく均一にスルスル伸び広がってくれます。乾燥が気になる肌状態やファンデーションを均一に塗るのが苦手という方にもかなり使いやすいと思います。はい、まずはこちら側半分にクラランスを塗ってみました。下地のみの方と比較をしても厚塗り感やのっぺり感はなくて、自然なツヤと立体感は保ってくれていますが、気になる赤みや色ムラをしっかりカバーする色ムラ補正力が高いのがわかりやすいんじゃないかなと思います。そして近くで見るとこんな感じで、カバー力が高いのはもちろん、適度にファンデーションの粉体感があるからか、毛穴用凸も埋めるようにしっかり補正してくれています。肌の上で美容液とファンデーションをなじませながら塗るので、毛穴や凹凸にファンデーションが溜まることもなく、均一に塗ることができますが、ベースのファンデーション自体にはきちんと粉体感もあり、カバー力も高いので、塗り心地の良さとしっかりファンデーションで肌をカバーしてくれている感じを両立していて、すごく優秀なアイテムだなと思いました。質感もギラギラツヤツヤしすぎる感じではないですが、頬の高い位置に自然な光の反射と、ほんのり明るく内側から発光するような立体的なツヤ感があって、すごく綺麗です。このファンデーションは現在、明るめのカラーを中心に欠品しているというほど人気だそうですが、人気なのも納得なくらい、塗り心地も仕上がりもすごくいいなと思いました。では反対側にスックを塗っていきます。スックはオイルをたっぷり含んだようなテクスチャーで、乾燥や皮むきが気になる時にも安心して塗りやすいくらいの保湿感があります。オイルのような高い保湿感をファンデーションにお求めの方に特におすすめな印象です。はい、こちら側にはクラランス、反対側にはスックを塗ってみました。まずこのくらいの距離で比較をすると、それぞれの質感の違いがわかりやすくて、クラランスは内側から発光するような自然で立体的な明るいツヤ仕上がりなのに対して、スックはスキンケア後のような濡れたようなツヤ感を顔全体にしっかり楽しむことができます。自然で明るいツヤがお好みの方はクラランスがおすすめ。とにかく強いツヤ感が欲しいという方はスックが特に使いやすい印象です。そして近くで見るとこんな感じで、それぞれの色ムラのカバー力にも違いがあるなと思いました。クラランスも気になる部分をしっかりカバーしてくれますが、スックはさらにハイカバーで、コンシーラーなしでも気になる部分はしっかり補正してくれるハイカバーな仕上がりです。毛穴や凹凸もオイルたっぷりのテクスチャーで肌を滑らかに整えてくれるからか、自然ですが綺麗に補正してくれています。アップで比較するとこんな感じです。どちらもファンデーションというよりもスキンケアアイテムのような塗り心地と質感で使いやすいですが、
クラランスは美容液のようなみずみずしい保湿感で、伸ばしきった後は肌表面にベタつきが残らない仕上がり。スックはオイルたっぷりのテクスチャーで、かなり乾燥が気になる肌タイプの方にも安心して使いやすい高保湿タイプという違いがあります。自然に肌に立体感や明るさをプラスしたいという方はクラランスがおすすめ。高いカバー力と高いツヤ感をお求めの方はスックが使いやすい印象です。肌表面を触った感じはどちらもスキンケア後のようなふっくらもっちりした肌に整っていますが、クラランスは伸ばしきるとそこまでベタつきが残ってない印象。スックは伸ばしきった後もかなりオイル感が残っています。香りについては、クラランスは甘めのスキンケアアイテムのような香りが結構強めにする印象。スックは原料のような香りのみなので、香りが苦手な方にも安心して使いやすいと思います。では、この上にフェイスパウダーをブラシで軽く塗って、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして、崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらもスキンケアのような感覚で使える高保湿ファンデーションですが、崩れ方にかなり違いがありました。まずスックはオイル感たっぷりのかなりしっとりしたファンデーションなので、皮脂が気になる私の肌の上だと、どうしてもマスクの摩擦に弱く、この辺りのファンデーションが剥げてしまっている感じが気になると思います。ただ、塗りたてのツヤ感は綺麗に保ってくれていますが、テカリが出てきていることもなく、マスクをしていない額はこんな感じで、かなり綺麗に保ってくれるので、こちらはマスクなしで過ごすときや保湿対策をしたいという方におすすめなファンデーションです。そして反対に塗っているクラランスはこんな感じで、マスクがよく当たる位置はほんの少しだけファンデーションのハゲが気になりますが、塗りたてのカバー力、程よい立体感のあるツヤ質感をそのまま保ってくれていて、小鼻の横や頬の広い範囲も皮脂やテカリが出てきていることなく、美容液ファンデーションなのにかなり崩れに強いなと思いました。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、スックは塗りたてからオイルっぽさがあるテクスチャーですが、ベタつきが出ている感じはしなくて、ファンデーション本来のしっとりしたスキンケア効果を持続してくれているような印象。クラランスは見た目のイメージ通り、小鼻の横も頬の広い範囲も全くベタつきが出てきていないです。どちらもスキンケアのような感覚で乾燥が気になる時にも使いやすく、ファンデーションを均一に塗ることもできてすごく優秀なアイテムですが、保湿しながらも皮脂崩れやベタつきを対策したい、ファンデーションのカバー力をそのまま保ちたいという方はクラランスがおすすめ。ファンデーションを塗りながらしっかり乾燥対策をしたいという方はスックが使いやすいと思います。最後はこちら。新作ファンデーションの中でも軽やかな塗り心地が特徴のエレガンスとエルメスを比較していきます。まずはこちら側にエレガンスです。エレガンスはみずみずしくて軽い化粧水を塗っているような感覚で、今回ご紹介している6種類の新作ファンデーションの中でもかなり軽やかな塗り心地です。乾燥が気になる時にも伸ばしやすいですが、素早く肌にフィットしてくれて、ベタつきを残さないところもすごく優秀です。はい、こちら側にエレガンスを塗ってみました。エレガンスは圧倒的な軽やかさが特徴なので、下地のみの方と比較をしても、ファンデーションを塗っている感がなく、かなり薄膜ですが、きちんと気になる部分のカバーはしてくれています。近くで見るとこんな感じで、塗り重ねても素肌の透け感は残りますが、毛穴や凹凸を自然にフラットに補正してくれる力が強くて、このナチュラルさと毛穴補正力を両立してくれるところが特徴です。毛穴や凹凸をファンデーションでしっかり対策したいけれど、厚塗り感が出るのは苦手という方にものすごくおすすめです。では反対側にエルメスを塗っていきます。エルメスは余分な油分や水分が少なくて、伸びはいいですが、スッと肌に溶け込むように馴染んでくれます。リキッドというよりもバームファンデーションのようなテクスチャーです。はい、こちら側にエレガンス、反対側にエルメスを塗ってみました。この2つは顔の上にのせると仕上がりや特徴が特に似ているなと感じました。
どちらもファンデーションを塗っているとは思えないほどの軽やかな塗り心地で、適度な透け感を残したナチュラルな仕上がり。ツヤツヤすぎず、マットすぎず、サーダのような質感。そしてナチュラルなのに毛穴補正力が高いというところも共通しています。近くで見るとこんな感じです。重ねていってもナチュラルな透け感が残るエレガンスと同様、エルメスもこんな感じで、なんとかしっかり塗り重ねてもきちんとサーダっぽさやナチュラルなイメージを保ってくれています。比較をすると若干エルメスの方がカバー力が高い印象です。そしてどちらもこのサダの透け感と高い毛穴補正力を両立してくれているので、ナチュラルなのにきちんと作り込んだような肌に見せてくれます。アップで比較するとこんな感じです。そしてツヤ感についてもどちらもサダのようなナチュラルさですが、比較をするとエレガンスの方が若干内側から発光するようなパッと明るく見える自然な立体ツヤがあるのに対して、エルメスはツヤにもマットにも寄りすぎないサーダそのもののような質感です。質感の特徴や仕上がりイメージなど共通点の多い2つですが、違いは塗り心地で、エレガンスはかなりみずみずしくて化粧水を肌に塗っているような感覚で使えます。ファンデーションを均一に塗るのが苦手という方や、水分で保湿はしたいけれど肌表面にベタつきは残したくないという方におすすめ。エレガンスはリキッドというよりもバームファンデーションのようなテクスチャーで、余分な油分や水分が少なく、スッと肌に溶け込むように馴染んでくれます。よりベタつきを感じないテクスチャーが好きという方に特に使いやすいイメージです。そして肌表面を触った感じはどちらも適度に潤っていますが、余分な油分感はないので、パウダーを塗る前でもベタつきが気にならないです。これから暑さが気になる時期に活躍してくれそうだなと思います。香りについては、エレガンスは清潔感のあるフローラル系の香り、エルメスはパウダリーなフレグランスのような香りがします。両方ともそこまで香りが強すぎる方ではないです。では、この上にパウダーをブラシで軽く塗って、これから約4時間ほどマスクで過ごして崩れについて見ていきます。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。まずこのくらいの距離で見ると、どちらも塗りたての時のままのイメージをそのまま保ってくれていて、とても綺麗なのがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。まずエレガンスはマスクがよく当たる位置は若干摩擦は気になりますが、塗りたてのナチュラルで透け感があるのにしっかり毛穴補正をしてくれている感じを保ってくれていて、小鼻の横にも皮脂やテカリが出てきていなくて、かなり崩れに強いと思います。そして反対に塗っているエルメスはこんな感じで、エレガンスよりもさらに塗りたてのカバー力をそのまま綺麗に持続しつつ、マスクの摩擦も最小限に抑えていて、こちらもテカリやよれが出てきていないので、エルメスはさらに皮脂崩れに強い印象です。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、どちらのファンデーションも小鼻の横も頬の広い範囲も全くテカリが気にならないです。この2つは軽やかな塗り心地と皮脂やベタつきを対策したいという方に特におすすめかなと思います。さらに軽やかに素肌に近いようなナチュラルな仕上がりがお好みの方はエレガンスがおすすめ。自然ながらも少しカバー力があってベタつき対策をしっかりしたい方はエルメスがおすすめです。最後に6種類のファンデーションの崩れにくさについて比較をするとこんな感じです。今回一番崩れに強いと感じたのはクラランスでした。カバー感、程よいツヤを保ちながら塗りたての時のままのイメージを持続してくれました。美容液とファンデーションの2層式ですが、ここまで皮脂や摩擦に強いのは優秀だなと思います。続いてエスティローダーとエルメスも適度な保湿感はありますが、肌表面にベタつきが出ることもなく快適でした。はい、ではこんな感じで新作ファンデーション6種類を徹底比較していきました。今回は比較的しっとりしていて、ど
ちらかというとツヤ仕上がりのファンデーションを中心にご紹介しましたが、保湿感は持続するけれど皮脂にも強いアイテムが多くてすごく進化しているなと思いました。今回ご紹介しきれなかったアイテムはまた別の動画でご紹介予定ですので、ぜひお待ちいただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。